天気住職三木大雲です。本日はですね、広島にございます自称山龍華寿院本山国禅寺様にて、今イベントが終わったところでございます。こちらのお寺はですね、1340年日蔵上人、これ以前の人類大会議の動画で私、この日蔵上人のお話をしてるんですけれども、その日蔵上人によって開かれたお寺となっております。そしてですね、本堂と庫が国指定の重要文化財となっておりまして、共にですね、大化の目的で外壁をですね、白の塗り込みに、してあるという非常に珍しい作りとなってございます。現存しているものというのも今日本でも本当に数が少なくってですね、一度また見ていただきたいなと思います。そして広島ですので、戦争の戦火があったんですけれども、そちらにもですねちょっと多少の影響あったものの、当時、大きな崩れるとかですね、焼けるとかっていったこともないまま、現存しているということでございます。これも何かにやっぱり守られてるんだなという気がしますね。そして何よりですね、このお寺の、宝物の中に伝わる一つのものが非常に私、興味深くて、本日少し紹介させていただこうというふうに思うのですが、皆さんですね、伊能もののけ録という本をご存知の方おられますでしょうか。これは何かと言いますとですね、伊能正義っていう、昔実在した人物なんですけれども、この方の、いろいろな記憶が収録されている本なんですが、伊能もののけ録という、このもののけ録というのは何かと言いますと、この伊能正義さんという方がもののけを退治した話が、たくさん書かれた本なんですね。この方っていうのはですね、非常に剣技に優れてまして、兵法の指南の人というふうに言われている方でですね、もうこの本の題名通りもののけ退治で非常に有名になられた方なんですね。この方があるいろんなもののけという妖怪とか、霊的なものとか、壁から出てくる人だとかですね、そういったものを順々に退治しながら、回ってられた中である日ですね、このもののけの大将がもう許してくれと、もう私は、もうこれで悪さはしないのでどうか許してほしいということで現れられてですね、その時に木槌を置いて帰られたそうなんです。でこの時もののけの大将が置いていった木槌が実はこのお寺の宝物として今も残っているんですね。もうぜひ一目見たいなと思うんですけれども、これなかなか見る機会が年に一度しかなくって、ぜひその機会、皆さんお時間があられる方は、ご覧に行っていただけたらなというふうに思います。ということで、そんな、広島の国禅寺さんから本日はお届けしたいというふうに思います。今回のお話なんですけれども、実はね、もう今からもう10年以上前のお話なんですけれども、とある女性の方がですね、うちのお寺に来られまして、一つの人形をお焚き上げしてほしいというふうにして来られたんですね。で、そうですか、分かりました。じゃあ、お焚き上げさせてもらいましょう。ちなみにこのお人形さん何かあったんですか、曰くのようなものがあったんですかというふうにお聞きしますとですね、いや、もうちょっと静かに。なぜか私のことも制せられるんですね。で、とりあえずじゃあお人形さん見せてくださいというと、カバンから取り出されまして、見せていただいたんですけど、洋風の人形で、どこか可愛らしい、特に何かがあるというわけではないように思ったんですけれども、少し気になったのがですね、このお人形さんがつけている服が非常に汚れてたんですね。そこが少し気になって、服が随分汚れてられますねというと、いやそれについてもちょっとなんか私の言葉をいちいち制せられるんですね。で、何かこのお人形さんについての曰くみたいなのってどういったものですか、もう一度私が聞きますと、いやいや曰くというか大変いい可愛い人形なんです。なんかそんな風に言われるんですね。そしてそのお人形さんをまたちょっと返してくださいと言われて、その女性手に取るとタオルで何重にもくるんでカバンの中に戻されたんです。で、なんか厳重に戻されるなと思って、そうしますとそのカバンのお人形さんをですね、ちょっと三木住職本堂に置いておいていいですか、
本堂の方に置かれまして、そしてちょっと別の部屋でお話できませんか。そんなふうなことをおっしゃるんですね。で、わかりました。じゃあ、隣の部屋でということで、本堂から離れた部屋にお通しして、そこでお話を聞きますと、開口一番こうおっしゃるんですね。今、タオルでくるんで、カバンの中に入れたお人形なんですけれども、どうやら人の言葉がわかるような気がするんです。そんなふうなことをおっしゃるんですね。で、私、非常にびっくりしました。あ、そうなんですか。なんか、お人形さんが確実に私たちの言葉が分かってるという確認が取れてるんだというふうな口ぶりでそうおっしゃったんで、不思議だなと思って私続きのお話を聞きますところ、このお人形さん、この女性がですね、海外で買われたお人形さんなんです。ですので見た時に洋風のお人形さんでしてね、あ、なるほど、そういった意味で、洋風なんだなと思ったんですけれども、このお人形さん、非常に可愛くて気に入って買ってこられて家に持って帰られまして、で自分の自室に飾られるわけなんですけれども、1階でお母様が寝てられて、2階にこの女性の部屋があって、この部屋の中にですね、変な言い方ですけれども、1軍のお人形さん、2軍のお人形さん、3軍のお人形さん、自分の気に入ったお人形さんに、そういう1軍2軍3軍というふうな、ちょっと番号を振ってられたんですけれども、この海外から買ってきたお人形さんを自分の1軍、一番気に入ったお人形さんの中に一つトンと置かれまして、その日寝てられたそうなんです。そうしますと朝を迎えると、このお人形さんが自分のお布団の上にトンと乗ってる。で、あれおかしいな。確か一軍のお人形さんの中に置いたのにな。そう思いながら不思議だなと思って、朝を迎えられて。で、そのお人形さんをもう一度一軍のところに戻してお仕事に行かれた。そして帰ってきて部屋にまた行きますと、このお人形さんが今度はまたベッドの枕の上に置いてあったそうなんです。あれ、確か会社に行く前にここに置いたのに、そういえば朝も自分のお布団の上にあったな。なんとなくちょっと怖くなったそうなんですけれども、もしかすると1階に住んでいるお母さんが自分の部屋に入って人形を動かしたのかもしれないと思って、この方お母さんと2人暮らしなんですけれども、1階に行きましてですね、お母さん、人形さんなんか動かした？私の部屋に入った？そう聞きますと、お母さんがですね、いやいやいや、もう2階に上がるのもしんどいし、膝に負担もかかるんで、あんたの部屋なんてもうここ何年も上がってないよ。確かにそうだったそうなんです。だから、いやおかしいな。どうしたの？聞かれて、いや実はお人形さんを棚の上に置いて寝たのに移動してて、仕事に行く前にも棚に戻したのに、また枕の上に置いてあった。そんな話をするとですね、お母様も少し気味悪がって、いやあまり人形さんもなんかちょっともしかすると勝手に夜動き出したり魂が入ってなんか怖いんじゃない？そんな話をされたそうなんですけれども、いやいやいや、そんなことは今まで過去に一度もないし、大丈夫大丈夫と言って、その日も一軍のところに置いて寝られたそうなんです。そして朝を迎えますとですね、またしてもこのお人形さんが自分の枕辺に移動してたそうなんです。そしていよいよ怖くなったこの女性はですね、下に行って、やっぱりお母さん朝起きるとあの人形どうやら移動してる。もしかすると自分で歩いてるかもしれない。そんな話をするとお母さんもまた怖がってですね、いやいやもうそんな怖い怖い。そうおっしゃるんで、もしよかったらちょっと私が買ってきたので捨てるの自分で捨てるのもあれなんで、悪いけどお母さんちょっと私が会社行ってる間にお人形さん今日ゴミで出してくれる？そう言われたそうなんですね。そこでお母さんが「いや分かった分かった。じゃあちょっと2階に上がってあなたの部屋に入って今日ゴミの日にお人形さんゴミと一緒に捨てるね」そう約束していただいて、この方会社に行かれたんですね。そして帰ってきてからお母さんに「お人形さん捨ててくれた？」って言うと「うん、ちゃんとゴミ袋の中に入れて、ゴミに出したよ」そうおっしゃるんで、安心して部屋に戻られた。そうしますともちろんそのお人形さんはないわけですけれども、今日はもう安心して寝れるなと思ってその日寝られた。そして朝を迎えるとなんかちょっとほっぺたのあたりに何かがパッパッと触ったそうなんですね。何かな？
起きると、そのお人形さんがまた枕辺に寝てるそうなんです。非常に怖くなったこの女性はですね、もうその枕辺に置いたまま下に降りていって、お母さんに相談されるんですね。お母さん、あの人形また戻ってきてるよ。でもお母さんは確実にそんなはずない。ちゃんとゴミ袋に入れて、くくってゴミ捨て場に出したから戻ってくるなんてこと絶対ありえないとおっしゃるんですけれども、事実この人形は戻ってきていたんですね。そしてお母さんと今日私が仕事から帰ってきたら、一緒にちょっと車で遠くに捨てに一緒に行ってくれる？そういうとお母さんも、分かった分かった。じゃあ待ってるねということで会社に行かれ。そして夕方に帰ってこられて、2階にある人形さん、今日2人で捨てに行こうねなんて相談をしながらご飯を食べて、ご飯を食べ終わって、いよいよさあこのお人形さんを捨てに行こうという段になった時にですね、突然外でザーッと大雨が降り出したそうなんです。いやー、なんかもしかするとあのお人形さんを捨てたらダメと、何か大きな力が働いてるんじゃなかろうかと2人で怖がりながらもですね、いやどうしてもやはりあの人形を捨てようということで、決心してお二人でお人形さんを持ってですね、車で雨の中ずっと走っていかれた。そして行った先というのが家のすぐ近くにあるちょっと小高い山があるそうなんですけれども、その山の上に捨てに行こうと思われたんですが、大雨も降っていて、山の中真っ暗ですから運転にあまり自信もないので、もう山のかかりぐらいでですね、お母さんにもうちょっとお人形さん窓から捨てて、そう言われたそうなんです。そしてお母さんも分かった分かったって言って窓を開けて大雨の中バッと窓から放り投げて捨てられたそうなんです。そしてすぐに車で帰ってきて、もう家の鍵も閉めてですね、もう今晩このまま寝ようねということで床に疲れたそうなんです。さすがにこれでもお人形さんも帰ってこないだろうなと思って起きますとですね、やはり枕元にぐしょぐしょに濡れたそのお人形さんが帰ってきてたそうなんですね。そしてうわっと驚いた娘さんはそのまままた1階に降りてお母さんに「いや実はあの人形やっぱり戻ってきた。そして雨の中捨てたせいかぐちょぐちょに服が濡れてた」そういう報告をされるんですね。そうしますとお母さんがあのお人形さんまた戻ってきたの。うわ怖い、どうしよう。どっかのお寺さんか神社さんに相談しようね」なんて話をしてるそのお母さんの服装を見ると、お母さんの服もぐしょぐしょに濡れてたそうなんです。そして足元には土がついてたそうなんですね。お母さん、どうしてこんなに濡れてるの？そう聞くと、私本当こんなに濡れてる。お母さん自身も大変驚かれたそうなんです。これどういうことかと言いますと、どうやらあの雨の日、山の中に捨てたお人形を無意識のうちにお母さんが回収して、どうやら2階に登って枕辺に置いておられたんではないかということなんですね。なんか人形さんの魂がお母さんに乗り移ったのかどうか分かりませんが、事実そういうことがあったということなんですね。何が原因でそうなってるのかということは、はっきりとした答えはございませんけれども、その話を聞いてですね、じゃあ分かりました。このお人形さんに、いわゆるお葬式というと大げさかもしれませんけれども、今までありがとうございました。どうか、安らかに、お眠りくださいという思いを込めて、お焚き上げをさせていただきました。そしてこれが今から遡ること10年ぐらい前の話なんですけれども、近年になりましてですね、実はこの女性からまたご連絡をいただくことがあったんです。そしてご無沙汰してます。あの時の人形の件ですけれどもと、この女性が、言ってくださったんで、私も思い出して、はっきりと覚えてます。あのお人形さんですね、お焚き上げさせていただいた。そう説明しますとですね、いや、あの後、実は私、結婚しまして子供を授かって、今、幸せに、家族で暮らしているんです。そんな中ですね、娘さんがある時お人形さんでお人形ごっこをしながら、ふとこんなことを言ったそうなんです。このお人形さんの靴、プラスチックか。私の靴はゴムだったけどね。そうおっしゃったそうなんですね。どうしたの？どういう意味？そう言うと、服も綺麗でよかったね。そんなことを言うそうなんです。で、娘さんに、どういうこと？もう一度聞きますとですね、昔私お人形さんだったの。そう言ったそうなんです。もしかすると
あの時のお人形さんを焚き上げした後、お魂が今、輪廻転生して私の娘になっているのかもしれない。そして怖がってられるのかなと思いきや、お母さんはですね、この女性はですね、非常に喜んでおられて、もしかするとあの時の人形がずっと、心残りだったんですけれども、今は家族となれた、そんな気がします。ありがとうございましたというご報告を、最近いただきました。輪廻転生と言いますとですね、私たち人間は最近科学で人間が、命が終わると無になるというふうに考えがちですけれども、これは仏教でももちろんですが、輪廻転生、私たちっていうのは生まれ変わってまた次の世界、また生まれ変わって次の世界へと輪廻転生するんですね。でその輪廻転生する中でも輪廻転生の輪から出ることを四正道という世界へ行くと、輪廻の輪から私たちは外れることができるんです。その世界を仏教とは目指すんですね。私たちが暮らすこの世の中でたくさんの徳を積むことで、この四正道、いわゆる輪廻転生しなくてもいい世界に行くことができますので、どうか皆さんもたくさんの徳を積んでいただけたらなというふうに思います。ということで本日はこれで怪談説法を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。